サラリーマン、いわゆる会社勤めと自営業との差っていうのは何かっていうと、なんか誰からお金もらうかの差なんですよね。大雑把に図解しちゃうとですね、これがサラリーマンなんですよ。偉い人からお金もらって反射しちゃう？ちょっとしんどいかな。こうかな。はい。偉い人からお金をもらってですね。で、飯や家賃とかお金払うと。で、これがサラリーマンです。で、この場合の特徴は偉い人っていうのは、特定の人なんですね。特定の組織と言ってもいいんです。いつも同じ人からお金をもらって、それで飯や家賃やいろんなものに金を払うというのが、このサラリーマンというものです。で、それに対してですね、自営業というのは何かっていうと、ものすごく大雑把に書きましたよ。客からお金をもらってよいしょ、これが自営業ですね。はい。客からお金をもらって飯屋にお金を払うですね。本当にここの部分が変わるだけなんです。で、これ客ですからですね、客にはいつも気を使わなきゃいけない。つまり自営業になったらですね、上司とか社長にペコペコせずに済むっていう人がいるんですけども、大間違いでですね、サラリーマン時代は特定の人にペコペコしてればよかったんですね。ところが自営業になっちゃうと周りの人全員にペコペコしなきゃいけないのでですね、どちらかっていうと会社組織というものに入るのにどうも慣れずっていう人はですね、自営業にあまり向いてないと思うんですね。っていうのは、会社組織の場合は組織の流れを読んでその組織の中で自分が生き方考えればいいんですけど、自営業の場合売上もしょっちゅう変わるのでですね、なんか周りの人の流れとか潮目とかを読んでやることを割と変えないといけないので、理不尽が多いよというふうに今コメント流れました。サラリーマンにはサラリーマンの理不尽があるんですけど、その理不尽はほぼ理由がある理不尽なんですね。なんであいつがあんなに威張ってんだよとか、社長というだけであんなこと言いやがってとか、なんであんなやつが部長になれたんだっていうのは理不尽は理不尽なんですけども、論理的な理不尽なんですよ。ところが自営業をやってるとですね、何かひどいクレームをつける客が来たりしてですね、どうにも論理的な理不尽がやってくるのです。その分しんどいはしんどいんですね。で、ただ大きな差はですね、固定する客からですね、お金を固定してない客、いろんな人からお金をもらわなきゃいけないので、その分頭を下げなきゃいけないと。でなので、ちょっともうちょっとこっち向けようか、今度は。ですね、どっちかっていうとですね、自営業をやれるかどうかっていうのはその人の考え方よりはですね、僕は環境に寄ってくると思うんですよね。これ別にさっきと同じなんですけども、結局ですね、飯屋とか家賃とかの固定費ですね、自分の維持費っていうのかな、維持費をどれだけ下げれるのかが自営業をやるかどうかのポイントだと思うんですよ。誰からお金をもらうにしろ、つまりですね、自営業にしろサラリーマンにしろ、誰かからお金をもらってそれをどっかに支払って生きていくわけですから、このアウトプットですね、支払い金額が少なければ少ないほどサラリーマンを辞めて自営業するチャンスが増えると思います。なので家賃が少ないところに住んでいるか、もしくは親と一緒に暮らしていてご飯も親が出してくれるというような状態であれば、僕はそれ自営業をやるチャンスだねっていうふうに言います。でもそれが今現に一人暮らししていて、で家賃がそこそこ高い、東京とかですね、大阪みたいなところに住んでるんだったらですね、それはもし今ちゃんとした就職先があるんだったらやめない方がいいんじゃないのかなというふうに僕は助言すべきですけどね。なんだろうなだからさ、でなんだろうなではね、またバイバイ。